どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはブレインストーミングです。今回の内容について、1、アイデアが出にくくなる要因。2、ブレインストーミングとは。3、ブレインストーミングの原則。4、一人ブレインストーミングについて説明していきます。1、アイデアが出にくくなる要因。新しいことを始めたい。自分を変えたい。目の前にある問題を解決したい。そんな時にはアイデアが役に立ちます。しかし、なかなかいいアイデアが出てこない。そんな経験をされている方は多いのではないでしょうか。知識不足、想像力不足など、アイデアが出てこない要因は様々あります。その中で皆さんはこういった要因は思い当たりませんか？きっかけがなくて表出できていない。否定的に思われるのが嫌なだけ。自分でアイデアを抑制したり発揮しきれていないだけかもしれません。そういった時にはブレインストーミングが有効です。2、ブレインストーミングとは。ブレインストーミングはアイデアを創造する技法の一つです。あるテーマに対して集団で行います。各人が思いつくままにアイデアを出し合っていきます。終了後にアイデアを整理します。議題とブレインストーミングで会議を行うと伝えておいた方が参加者は取り組みやすいです。3、ブレインストーミングの原則。ブレインストーミングには4つの原則があります。これらの原則を理解して行いましょう。1、判断結論を出さない。批判的なことを言わないようにしましょう。判断や結論は次の段階で行います。広く可能性を抽出するのが大切です。2、自由奔放。奇抜やユニークなアイデアを歓迎します。最初は笑い物でも斬新で良質なアイデアになることもあるからです。3、質より量。様々な角度から多くのアイデアを出します。アイデアを出す量を重視しているからです。4、統合改善。他人の意見に便乗し、別々のアイデアをくっつけることです。新たなアイデアを生み出すことになります。4、一人ブレインストーミング。会議をするメンバーを集められていない場合はありますよね。また、人生設計や悩みの克服など、一人の方がいい場合もあります。そんな時は一人ブレインストーミングです。僕自身週に1回は行っています。一人ブレインストーミングの方法を説明します。まずは紙に書き出します。その時は否定しないように注意しましょう。とにかく書き出します。次に現在の自分だけではなく、年齢、環境が違う自分だったらどう思うか考えてみます。例えば自分が大富豪ならどう思うだろう。時間を自由に選択できる自分ならどう思うだろうなどです。いろんな自分を登場させましょう。最後に他人に見せるものではないと思えば気楽です。アイデアは他人から笑われるのではと不安になることありますよね。これは一人で行う場合なので他人に見せません。そう思ったら気楽になっていろいろ書き出しそうですね。今回はブレインストーミングについて説明してきました。アイデアが出ないのではなくて出していないことは多くあると思います。実際にブレインストーミングを行ってたくさんのアイデアが出てきたらいいですね。今回の動画が良いきっかけになれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。